日本語字幕もオンにしてお楽しみください。こんにちは。僕は昨年5ヶ月で250島行ってきました。島紹介の動画も作っている珍しい日本人漫画家です。そうです。私たちは日本の天気予報で大東島の存在を毎日のように繰り返し無意識に覚えて育ってきました。特に台風シーズンは大東島コール一色です。僕は学生の時に学校の授業で大東島を習った記憶はありません。そんなほとんどの日本人の脳裏に刷り込まれている大東島ですが、この島は定期船のある日本の有人離島のうち最も上陸困難な島だと言っても過言ではありません。僕はこの島へ行くために3週間沖縄に滞在しました。鹿児島のトカラ列島7島も難易度が高いと言われていますが、そこの3週間とほぼ同じ期間を要しました。大東島は日本の沖縄県にあります。北大東島と南大東島の2つからなる有人離島です。アクセスはフェリーか飛行機。今回はフェリーを利用した1泊2日で2島を回った約 872km の内容をコンパクトにしてお送りします。特に今回は港や工程がイレギュラーな内容でした。貴重な動画だと思います。単に島へ行くだけなら飛行機でいいんですが、僕は島の漫画を描きたいのでフェリーや船を使っています。定期性のある有人離島で最も結婚率が高かった時のスクリーンショットです。8月27日の沖縄に到着し、その翌日から4回連続の出港延期に当たりました。5回目の挑戦で出港確定となりました。9月8日です。出港は当日の朝8時頃に大東海運さんのホームページで公開されます。この時は出港する港も通常のターミナルではなく別の場所でした。那覇市にある大東海運さんの事務所で港へのバスの時刻表はもらいます。ただもらった紙が誤っていたので、実際はバスの時刻表を確認した方がいいと思います。ペットは乗船禁止です。船内は階段移動がメインです。飲み物とインスタントラーメンの自動販売機が用意されています。こちらが商品のラインナップです。2種類だけです。ただ9月の沖縄は東京横浜の関東地方よりも涼しかったので、過ごすならこちらが避暑地に今後もなるかと思います。そしてこの日は夕方の4時に乗船し、夕方5時に出港、そして翌朝の7時頃にまず南大東島にフェリーが到着しました。そこでは下船せず、次の北大東島で僕は下船、4時間後のフェリーでまた南大東島へ戻り、南大東島で下船、その頃が午後2時頃、そして約3時間後のフェリーで沖縄本島に戻るというのが今回のフェリーのコースです。寝台は大東海運さんによって指定されます。僕が指定された場所は換気の音がとてもうるさく、なかなか寝つけなかったので、袋ではそこからは離れた位置に指定させてもらいました。このフェリーでは毛布は無料で1枚貸していただけました。青森県のあるフェリー会社だと毛布は1枚有料です。電子レンジとお湯も用意されています。下船の様子です。乗船よりも下船時の方がスキルがあります。
スや車は基本野ざらしです。南大東島と北大東島ともに停泊作業はボートを使って行います。これは現在の日本の定期船の中では大変珍しい作業です。本島の方ではこれを行っているところはないはずです。シンガポールから取材に来た甲斐がありました。船員さんらの作業を見てもとても楽しいです。この光景もおそらく日本の他の島ではもう見ることはできません。この光景を見るだけでも大東島にフェリーで来る価値が十分にあります。しかも救命胴衣を脱いじゃうんですね。早いですね。下船地はこの看板に集合します。僕の番です。割り込み禁止。実際かなり揺れます。想像よりは怖かったです。さて、この港から乗船券の販売所までは片道 3.8 キロです。往復で戻ってこないといけません。滞在時間4時間弱のうち往復の歩きだけでも2時間は要します。今まで僕が行った250島のうちでも港と乗船券の販売所がこれだけ離れているのは大東島だけです。
南大東島では西港の近くに大東海運さんの乗船券の販売所があります。この近くから徒歩で行って戻ってこれる場所はそこそこないので、もう南大東島の散策は諦めました。ただ大東海運の従業員さんが途中学校の前で降ろしてくれたので、そこで撮影だけすることができました。ありがとうございました。もともと南大東島には1泊する予定だったんですけれども、この時はあまり次の日の船も飛行機も運航の予定の見通しが立ってなかったので、もう飛行機はキャンセル料を払ってキャンセルしました。で、宿の方も天候が悪いってことでキャンセル料金はそちらは発生がなしでした。通常でしたら南大東島に来た時には宿の方に、原付なり車なりレンタルしますっていうのを予約の時点でお知らせして、それを空港に置いといてもらって、それを使って宿に向かうというケースがあるみたいです。今回は4回欠航して5回目で来れた形だったので、その欠航の都度同じ宿の方に何々のため宿をこの日キャンセルしますっていうご連絡をしてということで、最低でも5回ぐらいやり取りをしたという形です。宿の方はそれに慣れていらっしゃる感じだったので、ご迷惑にはおかけしてないと思いますが、これも日本語が話せない人だとちょっと難しいかもしれません。インターネットだけで完結できる宿でしたらそんなにハードルは高くないと思います。